みんなおかえり、二宮梢です。もうあっという間に幸せですね。ということで初めてこの企画やります。2022年本当に買ってよかったベスト10ね。これね、本当に迷った。めっちゃ悩んだ。本当はカテゴリー別にできたらよかったんだけど、もう迷いに迷いすぎて、今日はファッションからコスメ、家電とか、とりあえずノンカテゴリーでいきたいと思います。いつもよりちょっとゆるりとご紹介していきたいと思います。そしてこのベスト10から惜しくも漏れた番外編もね、ちょこっと最後に出てきますので、ぜひ最後までお付き合いください。それでは行ってみましょう。まず第10位。ここにもう緑の蓋が見えておりますが、こちらですよ。でれん、モヘージのサラダの旨タレドレッシングです。これね、今年友達にもらって以来ハマっているドレッシングで、もうリピ4本目。これさもううまい。もう匂いだけで美味しい。もうごまの香りとニンニクの旨味がもう本当にマジで最強な一本です。でこれサラダのって書いてあるんだけどもちろんサラダは美味しいんだけど、うどんに絡めるだけで美味しいわけ。もともと友達にもらった時にこのうどんに絡めると最高に美味しいよって言ってもらったんだけど、本当に美味しいわけで、お肉料理もそうだし、お魚、野菜炒め、チャーハンの味付けとかにも使えるんだって。マジで万能調味料としてハマりにハマっております。とか言っちゃってね、私はそこまでアレンジレシピは試してないんだけど、もしこれおすすめだよっていうアレンジ方法があったらぜひコメント欄で教えていただきたいなと思います。日本人でこの味が苦手な人いないんじゃないのってぐらいおすすめしたい一本で、決して高いものではないので、ぜひ騙されたと思って試してほしいです。私はちなみにこちらカルディで買っております。食欲そそる。さて第9位。最近の購入それではですね、第9位。第9位はこちらです。じゃん、バンテリンの腰サポーターベルト。これですね、すごいんですよ。普通さ、腰ベルトってどんな感じ？ゴムで留める感じ。昭和のやつじゃん。これですね、こうやるじゃないですか。ここでグッていける。ほら。そしてですね、これもらったんです。娘にもらった肩もみ券。やだ、コーヒー染みついちゃった。すごいんですよ。これ見てください。いいですか？肩もみ券期限2022年今日中。これやばくないですか？この詐欺。2022年今年中と思いきや今日中なんですね。これ気づいた時に娘に肩もんベストここ見てごらんって、今日中って書いてあるから期限切れてるよってひどい話ですよ。これ失礼します。一回も使ってないんだっけそれ。使ってない。だって次の日だったから気を取り直して。第9位、こちら大阪のアウラ本店で購入したオールドティファニーのネックレスです。これも今一番お気に入りのアクセサリーです。ドレッシングの次にアクセサリーってちょっとバンテリーも挟まってきたけども、9位のこちらです。ということで今日は本当にカテゴリー一切無視でいきますのでご了承ください。これは大阪神戸の古着巡りの動画で出てきてるので、もう見てくださってる方もいらっしゃるかと思うんですが、正直ヴィンテージとか古着とかのうんちくを垂れ流せるほど詳しくないので、ここ数年オールドティファニーのアクセの人気がかなり高いってことを動画を出してから知ったのよ。このネックレスについて DM とか質問とかめちゃくちゃいただきまして、でね、分かる範囲でというかお店の方に教えていただいたり自分でも調べてみたりして、もし間違ってたら本当にごめんなんだけど、分かる範囲でお伝えすると、このハートタグネックレスっていうのはもうティファニーの中でも定番のデザインで、現行でもダイヤ入りだったりチョーカータイプだったりいろいろ出ているものです。確か現行だと10万円前後のモデルが多いのかな。私が購入したのはだいたい90年から2000年くらいのものだったのかな。ギリギリヴィンテージっていうよりはまさにオールドティファニーって感じの年代のものを5万円弱ぐらいで購入したっていう感じです。現行デザインのものはこのハードタグにびっしり刻印が入ってると思うんだけど、それがないのもいかにもって感じがしなくて個人的には良かったのと、現行デザインより少しハードタグのサイズが小さめかな。ちょっとこの辺詳しくはわからないんだけど、こういうさ T シャツとか本当にカジュアルなアイテムにもこれ一つつけるだけで引き締まるし、今一番気分に合ったアクセサリーです。めっちゃいいじゃない。
このまま行こう。ちょっとさ、ここからは余談なんだけど、実は大阪神戸の古着屋巡りのあの動画もあんなにみんなに楽しんで見てもらえるとか予想してなかったわけ。っていうのもほら、古着屋ヴィンテージって同じショップに行ったとしても同じものが買えるってわけじゃないじゃない？当たり前だけど。同じデザインのものをショップが仕入れてたとしても状態によってお値段が違ったりするので参考にしづらいかなっていうのもあって、だけど東京でもこんなお店たくさんあるのとかね、結構たくさん DM とかをいただいたりして、今ちょっとねマネージャーのコッシーにもお店を聞いたりして、どこをご紹介しようかな、あそこ撮影許可取れるかななんつってちょっと相談をしているところなんです。楽しみにお待ちいただけると嬉しいです。さあ、続いてはドゥルルルルルン8位です。アクセサリーの次はこちらでございます。モバイルバッテリー。こちらですよ。モバイルバッテリーってもの自体ですねデビューが数ヶ月前なんです。今2022年よ。モバイルベッテリーだったよ。モバイルバッテリーのデビューが数ヶ月前ってどんだけって話だけど、今年の夏にですね、私と、マネージャーのコッシーとかっぱ橋にお買い物に行きまして、その時のこちらのシーン覚えてらっしゃいますでしょうか？はい、どうぞ。ということでね、なんか今日娘たちが夢の国に行くって言ったんで、じゃあその間に爆買いしに来ましたよ。今日もどんだけ買えるか本当に。そう、この時にうちの娘とコッシーの娘が2人だけでですね、ディズニーランドに行きまして、娘たちのスマホの充電が切れて連絡が取れなくなったら大変だぞということで、あなたは娘にモバイルバッテリーの1つや2つ持たせなさいよってコッシーに言われたわけですよ。で、慌てて1つ買ったのが、私の初めてのモバイルバッテリーデビューですねその時ね、買ったのがね、確かね、アンカーだったかな。それから私も借りたりとかして使ってたわけ。やっぱりあると便利よね。2022年にそんなこと言ってる私って結構やばくないって話なんだけど、知ってる。やっぱりあると便利だなっていうことで、こちらを新たに購入しまして、めっちゃ使えてめっちゃいいっていうことで8位にランクインしたわけです。こちらウーカーだかユーカーだかわかんないけど、ユーカーっていうメーカーのマグセーフモバイルバッテリーもうカタカナいっぱいでさ、もう秋がわかんないんだけど、定価はね、確かに9800円ぐらいだった。でも私は5000円ぐらいだったかな。で、Amazon で購入しました。カラーは多分ブラック。こっち見せるべきだね。ここにほらユーカーだね。で、マグセーフだからここに iPhone がペタッとくっつくわけです。で、ちょっと待って、その前に待って、マグセーフっていうことすら私最近知ったの。びっくり。で、コッシーにさ、小杖ちゃんのもマグセーフ対応だからくっつくよとか言って、ちょっと待ってみたいな。マグセーフって何っていうレベルだったからね。ここはこれをね、この虫眼鏡みたいな、こうなんか昔のあれみたいじゃない？音楽聴くやつあったじゃない？ iPod だか iPad みたいなわかんないけど、ここでこうやって音楽をほらこう回すやつみたいなやつあったじゃない？私はもう本当にカセットテープの次 CD ウォークマン MD ウォークマンの後はもうこうなんとかポットみたいなのを使ったことがないんだけど、あれに似てるわよねこれで。ちなみに私が使ってるこれは iPhone 13の Pro で、ここにこれがこうピタッとくっつくわけですよ。で、マグセーフの充電器はたくさんあると思うんだけど、私がこれにした理由はこちらです。ででーん、スタンドになるんです。立つのこれ、ほらこの子自立すんのよ。私よりすごい。私も自立したい。なのでピタッとこうやってくっつけて充電ができるわけですよ。で、これ縦にもできるし横にもできるし、だからほらこうやってやって動画見るのも楽ちんだし、これめっちゃ本当にいい。ということで第8位のモバイルバッテリーでした。さあ第7位はじゃーん、こちらのサングラスです。もうね、これ販売してないのでちょっとご紹介するのはどうかなってちょっと迷ったんだけど、でも今年の春ぐらいに購入したゾフと、これちょっと壊れたわけじゃないからねゾフとユナイテッドアローズのコラボサングラスででん、このサングラスです。私さ、結構目が弱くてサングラスは割と一年中必須なんだけど、マスク生活の時にさ、思いっきり濃いカラーのサングラスをしちゃうとさもうただの怪しい人になりがちじゃない？で、それが嫌でちょっとこういう薄いタイプのサングラスを探していた時に出会ったのがこれだったわけ。これ紫外線カット率 99.9% 以上なんだけど、レンズの色も薄くて普段かけるのもちょうどいいし、これさっきね壊れたわけじゃないよって言ったんだけど、こうしてこうしてこうなっちゃうみたいなね。でね、折りたたみもできちゃうのだから小さなバッグにもしまえて超便利。マジでこれ本当に重宝してるしてんだけど、基本大体休みの日はトムに取られちゃうのこれなので基本私土日はかけられません。さあ第6位はこちらです。てれー
でん、これもさっき話したかっぱ橋の動画で詳しくご紹介したものなので、すでにご覧いただいている方もいらっしゃるとは思いますが、第6位にランクインしたのはそうこちらですね。エスティローダのファンデーションダブルウェアステイインプレイスメイクアップ、私は12番を使っています。これね、動画のタイアップで出会った一品なんだけど、もう本当にあれからずーっと愛用していまして、もう本当にお仕事の出会いに感謝な一品です。かっぱ橋の動画の時は真夏で気温が35度ぐらい、とにかくもう本当に暑い日に撮影したので、あんなに汗をかいても崩れにくいっていうところを重点にご紹介したと思うんだけど、寒くなってきた今でもファンデを塗るならこれってぐらいもう私の定番になりました。もともとファンデをしっかり塗るのが苦手で、とにかくこれは少量でカバー力があってピタッと密着してくれるから、本当にこれマジでお気に入りなの。本当にあなたお気に入り。しかも崩れにくいっていうのがこのマスク生活には本当にありがたくて、塗った感じもね、厚塗り感がないのよ。毛穴も目立ちにくくなるし、何よりもね、肌が綺麗に見える。ちなみに今も塗ってるけど、次は第5位でんでるじゃらん、こちら今年の夏にコストコで購入したシャークのハンディクリーナー、掃除機ですね。掃除機。私そんなに家電にも詳しくないので、これが他のメーカーと比べて、どれだけコンパクトなのかっていうのはちょっとわからないんだけど、とにかくコンパクトでシンプルでしょ。こんなにちっちゃいボディなのに、とにかく吸引力がいいのよ、これ。で、本体をこのドックに置いておくだけで充電ができるし、もちろん使うときはコードレスなので絡まる心配もない。私いつも絡まるのよ、掃除機のコードに。ぐるぐる巻きになっちゃったりとかしてね。ハンディクリーナーなのでね、もちろん部屋中をこれだけで掃除するっていうのはちょっとありえないんだけど、我が家はね、リビングに置いてあります。インテリアの邪魔にもならないし、ワンコも2匹いるし、とにかく私の抜け毛も激しいので、ちょっと気になった時にサッと抜いてサラ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 って掃除ができて、またすぐシャッ片付けられる。超便利で超簡単。だってさ、ちょっとホコリがある、ちょっと抜け毛があるってさ、ちょっと掃除したいのにさ、わざわざ大きい掃除機出してくるのって面倒じゃないね。だからこういうちっちゃいものがあると本当に超便利で超いい。ちなみにね、ここを押すとワンタッチでゴミ捨てができるし、このダストボックスとフィルターは水洗いができるのよ。音はこんな感じ。そんなにうるさすぎるわけでもないし、私は全然気にならないレベルです。なんでもっと早く買わなかったんだろうって思った一品です。さあ、第4位はこちら。ビリーン。なんか私が持つとちょっと怖いけど、4つもあるんですけども、4つをちょっと1つにまとめさせてもらいます。こちらも先ほどから話題に出てきているかっぱ橋でのお買い物 Vlog に出てきた釜浅商店さんで購入した寿司桶、寿司下駄、それから包丁2本です。まずね、包丁の方は2本購入しました。1本はね、コッシーに誕生日でプレゼントしてもらったものなんですが、どちらも岐阜県の瀬戸刃物というメーカーのものにしました。こちらの大きい方は牛刀包丁、肉、魚、野菜とか、とにかくオールマイティーに使える万能包丁なんだけど、種類的にはプロも使用するような包丁で、とはいえ私が購入した瀬戸刃物のこの牛刀包丁は、素人でも使いやすいサイズ感で、プロ仕様はもっと刃渡りが、長い印象かな。これよりも刃渡りが短めな三徳包丁っていうのと迷ったんだけど、なんでこっちを選んだかというと、こっちのペティナイフの方も買おうと思ったから。同じ種類の三徳包丁とペティナイフだとあんまりサイズ感に変化がなくて、2本買うならこの牛刀包丁とペティナイフ、これをセットにした方が、使い分けできるかなと思ってこれにしました。ペティナイフは刃渡りが短いタイプなんだけど、これも万能包丁の一つで、果物とか薬味とか細かいものを刻むのにはいいサイズ感です。この柄の部分はこの種類は3つぐらいカラー展開があったかな。使い込んでいくうちにどんどん色味も深くなっていくって教えてもらって、使い始めてまだ半年は経ってないぐらいなんだけど、どうだろう、買った時よりは少しは深みが出てる？出てない？切れ味が、とにかくどちらもすごいいいわけ。包丁一つ変えるだけでお料理ってこんなに楽しくなるんだなーって実感できるお買い物でした。そうそう、かっぱ橋の Vlog でも出てきましたが、釜浅商店さんはこのね、包丁とね、ここの部分に名前を入れてくれるわけですよ。見えるかしら。こちらには二宮、こちらには歯が命と入っております。なぜ歯が命となったのか
ぜひかっぱ橋 Vlog をご覧になってください。あがいなち。オンラインでも同じ商品が買えるみたいなのと、名前もねちゃんと入れてくれるみたいなので、ぜひ気になる方は概要欄にリンクを貼っておくのでチェックしてみてください。それからこちらの寿司よけと寿司げた、こちらもさっきの釜浅商店さんで、じゃあめちゃくちゃいいんですよ。これ何も説明してないんだけど、釜浅商店さんで購入したものなんですけども、これは主にうちの主人、トムが愛用しております。この人はお寿司屋さんごっこが大好きなもので、もう 43?、40代のおっさんを捕まえてお寿司屋さんごっこってなんだよって話なんですが、そんなトムにその釜浅商店さんでこれを見つけてお土産に買ってきたってわけですよ。大興奮ですよ。もうそれからというものの、しょっちゅうお寿司屋さん開店しております。なんかデヴィ夫人みたいな喋り方する。あっちなんだよ。次に狙っているのは、ネタを入れるケースと板前服を狙っているそうなのでそれは自分でご購入ください。じゃあね、ちょっと私説明させていただくとですね、この金具、この仕事がすごいじゃん。多分手作業だからね、使い方としてはですね、水は大切にしないといけないんでねこうやってお風呂入ってですね、湯船なんてこうしてこうかける言ってから入るんですよってひどい。何がいいってこう、私が一番好きな瞬間をね、皆さんにちょっと共有させていただきたいんですけども、これをですね、熱いんでね、ここでこう掴んでね、でここでパカンってなるんですよ、この状態で。これを熱いこうやった時のこの形、鎌倉みたいな、鎌倉みたいなで、これをですねこう切ってですね、でこうですね、酢飯を作っていくんだけど、こう切る時ももうね、最近やってて分かったんですけど、しゃもじはこのまま動かさずに下を動かしていくっていうのを覚えたんですよ私。正しいか分かんないですけど、これが一番やりやすいっていうのを気づきました。でここをですね、こう子供たちの目の前に置いてですね、でここに真ん中にわさび、本当はここにネタのボックスをこう欲しいんですけど、今はないんでここに切っといてね。何がいい？マグロ。マグロいい。水こうつけてネタをこう持って、右手でわさびつけてちょっと潰してでここに置くと。このシミュレーションをよくやってるよね。やってる。 YouTube 見ながら、このレートがそしたらもうこうなっちゃうとね、余計いいなこんな感じですよね。すごくないママ、絶対今すごい来ると思ったよ。チャラタイミングもね、チャゲでしょ。チャゲチャゲチャゲじゃない、朝だからよこっちは。ということで最高でした。ぜひ皆さんもセットがねあれば、お家でお寿司屋さんごっこができるんで、ね。もう一回言って。お寿司屋さんセットがもう神々じゃないですか。大丈夫。寝てたんだもん今まで。お寿司屋さんって言葉を聞いて降りてきたんです。お邪魔しました。私はもうこれで今日は言わないでくださいよ。振りでしょそれ。振りじゃないよ。それじゃあ今日も明日も明後日もはい。ひどい。締めるならしくえてってくれる。さあ、いよいよベスト3ですね。これとにかく迷った、めっちゃ悩んだんですが、第3位に選ばせていただいたのはこちら、ユアーズの MA1 ブルゾンです。はい、そうなんです。こちら今年の春にユアーズさんと私二宮梢がコラボして発売したアイテムなのでかなり手前味噌なんですが、いやコラボアイテムはね本当にこだわって作らせていただいているので、もうどれもこれもお気に入りなんですが、特にこのブルゾンは本当に大活躍してくれまして、これは本当に作ってよかったアイテムだと自画自賛しております。少し肌寒い春先にはどんな服装にも合わせやすいアウターとして、そして夏には冷房対策として毎日バッグに入れてました。そしてそのまま秋口にもアウターとして活躍してくれて、とにかくね本当に1枚あるだけでかなり重宝してくれたブルゾンです。でこれは今着てるブラックの他にネイビーとベージュ全部で3色作らせていただいたんですが、個人的にはやっぱりブラックが着用頻度が高かったかなって思う。常にこれ着てたと思う。私大人の女性がとにかくシンプルにどんな服装にでも羽織りやすいように極力シンプルに仕上げた薄手のアウターなんですが、こちらありがたいことに本当にたくさんの方にご購入いただきまして、発売後すぐに完売、その後再入荷したりと本当にご好評いただいたアイテムなんですが、今は残念ながら購入できないんですよね。本当に申し訳ないですが、あまり大きな声では言えないんですが、どうやら来年の春頃にもしかしたらブラックとネイビーの再販があるのではという噂がちらほら。ということで気になる方は続報をお待ちください。さあ次は第2位です。第2位に選んだのはこちら、
マスク本当にこのマスクつけてるといつもそのマスクどこのですかって毎回聞かれるわけ。こちらのマスクはアイリスオーヤマのデイリーフィットマスクっていうやつで、私がつけてるのはカラーはグレー、サイズは小さめの S サイズをつけています。トムです。僕は M サイズです。なぜなら顔が大きいからです。だいぶ前にいつだったかないきなり来たよね。でそれでまた私のサングラスをかけていくので、さっき紹介したゾフのサングラスを持って今出かけていきました。はい、いってらっしゃい。これマスクここにある。これを紹介。これが S サイズ、これがパパの M サイズ。そうで、これもコッシーから教えてもらって、結局なんかいつもコッシーにいいもの教えてもらって買ったりしてんだけど、春ぐらいに3月とか4月かな、コッシーがつけてて、これをそれいいね、それどこのって教えてもらったわけ。しかもコストコで買ってるって聞いて買いに行ったわけ。そしたら私が行ったコストコには売ってなくて、で結局コッシーに頼んでしばらく買ってきてもらったわけで、それからしばらくして私が行ってるコストコにも置き出して、でもうずっとそれからもうこれを愛用しています。でちなみにコストコだともうさっき出てきたんだけど、こんなパッケージで売ってます。多分デイリーフィットマスク自体は普通にドラッグストアとかでも数枚入りとかで売ってんのかな。でもこのコストコオリジナルパッケージのやつは100枚で3000円弱ぐらいかなで売ってるんだよね。ちなみにカラーはグレーとピンクもあるわけで、一応ピンクも買ったのこの間。ピリーン、ちょっとなんか可愛いかなと思って。でこのピンクもわりかしなんか派手なピンクっていうよりもちょっとこうくすんだピンクだから肌に結構馴染みやすいカラーで良かったです。ちなみにサイズは私と子供たちはこの S サイズを使ってるんだけど、うちのトムがこちらの普通サイズってやつね、これ使ってます。でこのマスクのどこがお気に入りかっていうと、このに電話かかってきたよ。はいはい、ペイペイ300円ってどうすんのパパに。ねえひどすぎんだけどマジで。駄菓子かな。わざとでしょ。バレた？バレましたよ。はい、じゃあ3000円送ります。でお昼を買いに行くからペイペイで3000円分ぐらい送っといてって言われたんだけど、さっき300円しか送ってないっていうね。ひどいねって話よ。でこのマスクのどこがお気に入りかってさ、この耳のゴムのとこね、これがさめっちゃ柔らかいのにフィット感はあるの。他のマスクと比べて個人的に息がしやすいって感じで苦しくならないのがいい。あとさやっぱりこのさ一個一個さ包装されてるのっていいよね。若干エコじゃないかなとは思うんだけど、でも衛生的なこととか何枚か持って出かけることを考えるとありがたい部分もあって、私はもうとにかくずっとこれを愛用しています。使用頻度で言ったら毎日使うものなのでランキングも上位に食い込みました。そしていよいよ2022年本当に買ってよかったベスト10、栄えある1位はこちら、マルジェラの旅シリーズです。いやお値段的にね結構ドーンと上がってしまうので、これを1位に持ってくるかどうかも悩みに悩んだんですが、やっぱり買ってよかった。もうこの一言につきます。まずこのシリーズデビューをしたのはこの2足ブーツです。これね試着をして、どちらかのカラーに絞ろうと思って2足注文したわけですよ。でも結局2足買っちゃったってやつね。っていうかね、白状すると本当はね計3足注文したわけですよ私で。自宅でじっくり試着をして絞ったのがこの2足になったというのが真実ですよ。はい、そして秋口ぐらいだったかな、買い足したのがこちら。これもね色に迷ってまずはブラックからいかせていただきました。もう1位に選んだくせに、特に説明することもないんですが、とにかく履いてみたことがなくて気になってる方は1回試着だけしてみてっておすすめしたい。私がおすすめしなくてももう長く世界中の人に愛されてる名品だとは思うんですが、お値段は高くてもなぜ今まで買わなかったのかって買ってから後悔するぐらい柔らかくて履き心地抜群な一足なんです。今までのルックブックや、コーデ動画の中でもかなり登場頻度が高いし、これからもたくさん出てくるとは思いますので、今日は履いてお見せはしませんが、こちらの旅シリーズが私が2022年本当に買ってよかったベスト1に輝きました。ということで今回はジャンル関係なし、ドレッシングから
家電からハイブランドのものまでごちゃ混ぜでお送りしましたが、いかがだったでしょうか。また来年もね、どんなプロダクトとの出会いがあるかなとワクワクするとともに、今年購入したこちらもね、引き続き大切に愛用していきたいなと思っております。そして実はこのランキングから惜しくも漏れてしまったものの、でも皆さんにちょっとご紹介したかったなというものもいくつかありますので、この後おまけとして番外編もございます。ぜひそちらもご覧になっていってください。それでは皆さん、今日も最後まで見てくれてありがとう。今日も明日も元気にいってらっしゃい。二宮和也がお送りしました。またね。さあ、番外編いってみよう。イエーイ。まずはこちら、ジャクリーポータブル電源。これですよ。災害時や緊急な停電の時に備えて、まずこれを決めた理由としては、価格、容量、重さでこの製品に決めました。はい、トムヤです。はい、1台で一通りの電気機器が使える万能型の小型電気ですね。はい。一番大事なとこが言えてない。万能型小型電源です。はい。しかもですね、6.8kg もあって、コンパクトだがやや重いっていうね。ちょっとやっぱ片手だと重たいかな。キャンプにも使えそうだしね。ね、キャンプ。まあ行ったことないですけど。やったこともないよ、キャンプ。まずはね、形から入りますんで。まあね、今後のことを考えて買ってよかったなという一品でございます。まだ一回も使ったことないけど。とりあえずちょっと一回使ってみた方がいいかなっていうね。じゃあ失礼します。筋トレにいいんじゃない？じゃん、胡椒です。コストコで買ったパークランド。はい。これもうこうやってここで擦れるんですね。これのね、何点言っていい？はい、難点は鶏肉。これ本当に鶏肉て。塩は粒が粗いんで、音聞いてください。こういう感じ、吸ってる感じがすごいです。っていうので、私今回番外編としておすすめするのがこのコストコさんで買った胡椒と塩のセットでございます。ユニクロのタックワイドパンツ。私はまずはじめにこちらのグレーのパンツ、これをね、夏前ぐらいかな購入しました。これ実際履いてみたら売れる理由がもうよーく分かったよね。まずハイウエストで足長効果があって、とにかくシルエットが超綺麗。ワイドシルエットだから足の形も拾わないし、世代問わず履けるのも魅力ってことで、その後黒も追加で購入したってわけ。これストレッチが効いてるから本当に動きやすいし、季節もスタイルも問わない万能ボトムズだから、もうデニムかこれしか2択しかないのっていうぐらいめっちゃ愛用しています。ってことで、実は近々このタックワイドパンツを冬にも着回すぞってことで、ひたすら着回す冬コーデ動画を出す予定でいます。ぜひ楽しみにお待ちください。マスカラ下地。まずはこちら、エレガンスパリのマスカラ下地、カールラッシュフィクサー。これとキャンメイクのマスカラ下地、こちらはクイックラッシュカーラー ER01。どちらもヘアメイクさんに教えていただいたものなんだけど、とにかくまつげがしっかりキープされて、本当に両方ともおすすめ。まあだいぶ値段は違うんだけどね。エレガンスパリ、もうこれはね、2本目のリピート。カールキープはやっぱりこれが一番かな。キャンメイクに比べると値段は高めだけど、その価値があるぐらいすごい。難点は塗った後少し白くなるのと、あとオフがちょっとしづらい感じかな。ただしっかりこの上にマスカラを塗れば問題ないし、クレンジングで落とせば綺麗に落ちる。そしてこちら、キャンメイクは4本目のリピートだね。これはとにかくコスパがいい。本当にドラッグストアで手に入るからすぐ買えるのもいいよね。でこれはつけた後白くならないから、マスカラを塗らない日なんかは透明マスカラとしてこれだけで OK で、しかもこれウォータープルーフなの。ウォータープルーフなのにお湯で落ちるのすごくない？ただ難点は見て、ちっちゃいでしょ。ちっちゃいからなくなるのが結構早い。でもこれお手頃価格だから買いやすいし、私はまとめ買いをしてストックをしている。私の場合はしっかりメイクの時はエレガンスパリで、ナチュラルメイクの時はこのキャンメイクを使うことが多いかな。でこの2つを使うようになって、ホットビューラーを使わなくなったし、目の下にマスカラがついてパンダ目になることも少なくなったし、何よりもカールの持続がいい。本当にこれは買ってよかった。ってことで今日はこの辺でおまけ終了。本当にこれでじゃあね。Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memory.